はい、皆さんこんにちは。今日は日曜日、のんびりと過ごしてます。久しぶりに今日はドブロックを作ってみようかと思って用意しました。だんだん料理番組まで手を出されて役がってきましたが最近あんまりこういうことしないんですけどね。海外に住んでますとなかなか美味しい日本酒が手に入らなくって、苦労します。美味しいお酒が飲みたいという方、今までこちらに住んでいてもやったことがないという方は、ものすごく簡単にものすごく美味しいお酒ができますから一度やってみてください。ちなみに私は今このどぶろく作りをスペインでやってます。スペインではこれは全く違法ではありません。個人使用個人消費用に作るお酒は全く違法ではありませんから、堂々と合法的にこれやってますが、日本では一応やってはいけないことになってます。先にお伝えしておきます。今ここにですねあるものを簡単に説明しますと、ここに、ガラス瓶に入ったこれお湯、湯冷ましです。湯冷ましですが、完全に冷たく冷めているわけじゃありません。ある程度あったかい方が、酵母菌の繁殖が、すぐに始まります。ここには、随分年季の入ったお釜ですが、5合炊きの、電気釜を使って、5合のお米を3合分の水で炊いた、かなり固めに炊いたお米が入ってます。ご飯ですね、すでに炊いてますからご飯が入ってます。でここに何があるかと言いますと、日本から運んでもらった米麹、乾燥麹ですね。それから、こちらで調達しました、レバドゥーラ酵母菌です。酵母菌、これの中に、これ小袋で入ってるんですよね、酵母菌。それから、ここにあるのはこれ、粉末ですけども、いわゆるビオフェルミンです。これ今お見せした中で、別になくってもいいものはこのビオフェルミンです。これは別になくってもいいです。私が、自分の好みで作ってるだけです。はい、まずですね単純にこのお米と炊いた固めに炊いたご飯ですね。それから、この米麹と、このビオフェルミンと、そして、この酵母菌、いわゆる日本でいうとこのイースト菌ですね。これだけを混ぜるだけです。が、できるだけ、気をつけないといけないことは、できるだけその雑菌が入らないようにするということで、これはね湯冷ましのお湯と言いましたが、この湯冷ましのお湯を作る前に熱湯をまず入れて、ガラスが割れないように気をつけながら熱湯を入れて中を何回かお湯を回してね消毒して、でその熱湯で消毒した後に、もう一度別の沸かしたお湯、それを今ここに2リットル入ってます。2リットル、もう一回量を繰り返しますと、ここに入ってるお湯は2リットルで、お米は5合、ただし5合のお米を3合炊く時の水の量で固めに炊いてあります。そしてこの、麹は、この袋 300g 入りになってます。いつも私 200g 入りのやつを使ってますが、これ 300g ですからかなり多めに入ってますね。ということで、5合のお米で2リットルの、水っていうとちょっと水が多いんですけども、これがいつも私が使っている200と違って 300g 入ってますから、これで多分ちょうどいいぐらいのね、分量になるんじゃないかと思っています。まずこのぬるいお湯に、特に今から入れていく順番はそんなに注意していただく必要はないです。どれから入れてもいいです。日本で例えばビオフェルミン、錠剤のビオフェルミンをお持ちでしたら、あれを一粒ね入れれば十分です。ちょっと入れるだけ、これだけ。このね乳酸菌入れますとね、これも雑菌が繁殖するのを防いでくれますし、あと、ほのかな酸味がね加わって私は好きなんです。はい、そしてここにこれもしゃもじね、こういうのも全部熱湯で簡単に消毒してあります。この固めに炊いたご飯を
ここへ入れて、よいしょ。これ日本のね料理番組見てるとね、よく耳につくのがね、ここへ入れていきます現在進行形でおっしゃる方が多いんですよね。その入れていきますっていうのはものすごく耳に残るんですよ。多分正しい日本語ではここに入れますだけでいいんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうね。最近の番組見てるとみんな何々していきますとかね、さらに面白い表現はここに入れてあげますっていう、なんか普通になんか物に、丁寧語を使う方が増えてると思うんですけど、私が日本に住んだ頃、日本語の文化ってそんなんじゃなかったと思うんですけどね。まあ言葉の文化も生きてますから、どんどん変化していくんでしょう。今、ネオテルミンを入れてですよ、お米を、半分ぐらい入れました。後から混ぜれば全部混ざっていいんですけどね、よりよく混ぜるためには乾燥剤ですね。これ乳酸菌入れてくれてますね、この商品。なんと気が利きますね。ちょっとこれ半分ぐらい入れてね、麹を。でまた上からお米を入れていくと混ざりやすいですね、おそらく。いや、これでできるどぶろくっていうのは本当に美味しいですよ。ものすごく美味しいです。清酒も美味しいですけど、どぶろくの文化っていうのはすごい文化ですね。そういう文化を、日本でこう絶えさせてしまう、なくしてしまうっていうのはあまりにももったいないと言いますか、忍びないので、せめて私がスペインの地で日本のこの文化を守り続けています。さっきも言いましたように、5合のお米を3合のご飯を炊く時と同じ水の分量で炊いてますから、お米はかなり硬いです。ちょっとね、そこが焦げた感じないお焦げがありましたけども、まあ問題ないです。ここへ残りこれ全部時々ね、商品によってはこういう乾燥剤が入ってますから、これ入ってないやつもあるんですけどね、気をつけないといけないね。あと、いろんなメーカーありますけど、その商品によっては麹のその麹菌、ものすごくカビなんですよね。そのカビがこうやるとふわーっと舞い上がって、かなり大量に吸ってしまうことがありますから、見たら分かります。すっごい白カビで、これを開けたら多分粉が出るだろうなっていうのは商品によってそれは見たら分かりますけど、そういう時はね、私はマスクしてやります。ふわーっと舞い上がったカビをそんな大量に吸っていいもんじゃないかもしれませんしね。はい。でこれで、あと入ってないのはこの、イースト菌だけですね。このイースト菌をこれもどれぐらい入れるかっていうと、もう本当に全くの適当で結構です。こういう小さいスプーンに例えばすり切れ1杯を入れたら十分だと思います。もうそうやって測ることすら私しませんけどね、普段ね。適当にこうやって入れて、これで終わりです。でこれもし足らなかったら後から足せばいいことですし、多すぎても特に問題があるというわけではありません。でこれも熱湯で簡単に消毒してあります。これで混ぜるだけです。これ今何が起きているかというとね、この中でまずお米と麹
米麹が一緒になったでしょ。この米麹が、その麹菌ですね、生きてますね。こいつが、お米に働きかけてお米を分解するんですね。でその分解した時にその糖質と糖が炭水化物からその糖分が分解して分かれるわけです。そこでものすごくこうなんか甘くなってくるんです。それを利用して作るのが甘酒ですよね。でそれだけだったら甘酒ができて終わりなんですけども、ものすごく甘い液体になったところでそれを待ち構えているのが今入れたこのイースト菌です。このイースト菌が麹菌のおかげで分解して出てきたその糖分、それに飛びつくわけです。それを食べ始めるわけです。イースト菌がそれを食べ始めた時に何が生じるかというとこのイースト菌のいわゆるその排泄物といいますかね、排出物、それが二酸化炭素とアルコールになるわけです。で二酸化炭素とアルコールを出しますから、この中がもうどんどん、アルコールが増えてきまして、そして、二酸化炭素、つまりガスですね、炭酸ガス、炭酸水と同じような状態になってきます。ブクブクとね、ガスが出てきます。いわゆるその皆さんよくご存知のシャンパン、スパークリングワインってやつね。スパークリングワインっていうのは、これと全く同じ原理で、そのお米が持っている糖質じゃなくってブドウが持っている糖質で、それを食べ始める酵母菌、この酵母菌がそれを食べたことによって出す炭酸ガス、二酸化炭素ですね、それを外へ逃げないように瓶の中に詰め込んで作ったもの、それがスパークリングワイン。普通のワインっていうのは外へ逃げるようにしてますから、ああいう、シュワッとしたものにならないんですけども、逃げないようにすれば、ワインを作ればみんなスパークリングワインになるわけです。でこれも、今からもう1時間もしませんよ。あっという間にブクブク始まりますけども、そうすると蓋をしておくとこれ破裂しちゃうわけです。だから例えばこの蓋後でしますけどね、この蓋ね、ここ穴開いてるんですよ。ここにね、この絵がついてるところに穴が開いてるんです。こんだけ穴が開いてれば全然破裂しませんから大丈夫です。でこういう穴の開いたような蓋がない、ちゃんとした蓋しかついてない容器の場合は、これを上からポンと置いとくだけで完全に閉めなきゃいいんです。そうすれば破裂しません。で、さっきも言いましたように最初に入れた、ビオフェルミンはこれ乳酸菌として私が入れたわけですが、これはなくっても普通に毒力はできます。ただし入れた方がよりその、雑菌の繁殖を防いでくれるっていうのと、ほのかな乳酸菌の酸味が、私は好きですから、その酸味もうまみでね、お酒のその味わいが、ふくよかになるっていうか、ちょっとこう奥深いものになるような気がします。はい、ということで、これはこの後もさっきも言いましたように密閉しないように空気が出入りできるように蓋をして、このお部屋の中の常温で置いておくだけです。後から、1時間か2時間経ったらまたちょっとこれをね開けてみてね、蓋を開けてみて、ここに耳を近づけるとブツ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 言い出してるわけで、そのブツブツが例えば、半日今日の夜になってもね始まってないようなことがあると、それは、何かが足らない。何が足らないかというと、このイースト菌がちょっと足らなかった。足らなかったというかね、例えばこのイースト菌も古くなっているとね、これ一回開封したものを冷凍庫に入れてますけども、何年経っても賞味期限も切れて、何年経ってもこのイースト菌そう簡単に死にませんけども、死なないんですけども力が弱くなってきます。ということで、最初はほんのわずか入れたらすぐに発酵し始めたものが古くなってくるとちょっと多めに入れないと発酵が始まらない。これはよくあることです。ということで、半日も経っても、グツグツいってこない時にはそのイースト菌が足らなかったか、あるいはもうちょっと古くなって弱っていたということですから、少し多めにね後から足してやって混ぜればそれでいいことです。で混ぜる時にはいつも、こういうものを
この中に入れる前にお湯を沸かして熱湯をジャッとかけて簡単な消毒でいいですから、それをやってからやると、失敗はないです。今までそんなに神経質になってね消毒しなくっても、今まで私も何十年このドブログ作り続けてますけども、雑菌が増えて失敗したことなんて一回もないですけどね。ですからそんなに神経質に考える必要はないと思います。はい、これで、ここのお部屋の温度が今多分17度ぐらいだと思うんですけども、それぐらいの気温で常温で置いといて24時間経ったら、甘酒になってます。甘酒になってます。そして、48時間経ったらもうその甘酒の甘さがだんだんと消えてきて、ちょっと甘口のどぶろくお酒ですね、日本酒になってます。そして3日経ったらその甘みがさらに減って、そろそろ酒飲みにとってなかなかいい味だねっていう味になってきてます。4日目になるともうしっかり辛口のお酒になってきます。そこから先はねどんどん糖分がなくなっていきますから、糖分なくなる、つまりイースト菌がどんどん食べていっちゃいますから、もう日に日に辛口のお酒になっていきます。ということで、とことん辛口になってもいいという方はそのまま常温保存しておけばいいんですが、少しその速度を遅らせようという場合はこのまま冷蔵庫に入れます。気温の低いところに置くと発酵の速度は極端に遅くなりますから、例えばそうですね、今日仕込んだでしょ、これから10日間ぐらい、10日間、明日明後日ぐらいに私だったら冷蔵庫に入れて、そのまま冷蔵保存で、10日ぐらいかけて、これを楽しむ、そんな感じです。はい、ということで、繰り返しますよ。日本では一応違法となってます。スペインでは合法ですから、今私はこれを、法律になんだ反することなく楽しんでいます。またスペインに住んでいる方、いろんな海外に住んでいる方は、この米麹だけがね簡単にどこでも買えるわけじゃないと思いますが、でもこの間、通販で見るとないわけではないようでしたね。ただやっぱり日本で買うようにね安くでは手に入りませんから、そういう意味ではちょっと日本で作るのと比べれば不便かもしれません。できれば日本から、どなたかに運んでもらう、あるいは送ってもらう。この間も日本からね送ってくださった方いらっしゃいました。ということでこのどぶろく作り、それから味噌作りに、私は、大切に使わせていただいています。はい、ということで今日は日曜日の、こののどかな時間を使った私の大切などぶろく作りを、ご覧いただきました。